ニジクロ2第9話レポ。ストレイキッズからスリーラチャがスペシャル審査員で登場。スリーラチャを絶賛させた参加者がいた。何かとイチャモンつけたい J.Y. パーク先生。ともやっと褒められたね。ニジクロ2がファイナル審査に突入。第8話では初の脱落者がタイガ、壮大、ショーンの3名がファイナル進出前に脱落となりました。チームバトルのリアクションと脱落者に対する個人的な感想についてはこちらでご紹介しております。3名が脱落しファイナルに進出したのは9名。最終のデビューメンバーの人数について J.Y. パークはシーズン1のように決めてないです。希望はもちろん9人です。そこまでもう言っちゃうの？正直今の K-POP のトレンドで言うと少人数グループが多いので2人脱落して7人にするか、20も9人だしこのまま誰も脱落せず9人かと思っていましたが、どうやら9人説が濃厚。参加者たちにもファンにも9人でデビューの希望を与えておいて、脱落者が出るのはあまりにバッドエンドなので、このまま9人でデビューな気がします。と安心しつつもちょっと緊張感がないなと思ったりしましたが、今回は冒頭で9人全員で披露するニジプロ2のオープニング曲「Here and Now」のパフォーマンスがあったのですが、ユウのオーラがすごすぎてもう記憶がサビの春もはるくんもう完成されていますよね。ラストはユウキがセンターで締めましたが、ユウキくんのキラキラ感半端ないのよ。ファイナル審査にはスペシャル審査員としてストレイキッズのプロデュースユニットスリーラチャが出演。待ってました。シーズン1では日本合宿の最終審査でも TWICE のサナとモモが出演していたので、ストレイキッズの出演を若干期待していました。ハン、チャンビン、バンちゃん、忙しい中ありがとう。スペシャル審査員を務めることになった気持ちについて、バンちゃんは今もめっちゃ緊張していますよね。参加者の皆さんが全力を尽くして準備したステージだと思うので、その分僕たちも最後まで心を込めて審査したいと思います。バンちゃんこんな時も関西弁なんだね。チャンビンは僕たちも同じように審査を受けた経験があるので、今どれほど緊張しているのかよくわかります。ハンはここまで一生懸命努力してきた自分自身を信じてください。最善を尽くしてパフォーマンスしたら準備した以上の力が出せると思います。ストレイキッズもオーディション番組を通じてデビューしたグループなので、先輩として温かく力強いエールを送りました。スリーラチャが審査員側に座っている姿が感慨深い。では本題のチームバトルを見ていきましょう。春がリーダーのチームメンバーはエイジ、ミラク、ケン、ユウ。春チームに与えられたオリジナル曲は「Whatever Whenever」。口笛が印象的な爽やかな楽曲で、衣装も明るいデニムで統一感あるステージ衣装。春の爽やかなコンセプト最高。もうね、リジュが好き。春くんこれまでかっこいい曲ばかりでモノトーンの衣装ばかりだったので、爽やかな姿は初めて見れたかも。パフォーマンスも爽やかなかっこよさというか、もうプロのアイドルにしか見えないし、春がセンターに来るとチームがぐっとまとまる感じというか、うまく言葉にできませんが、これがリーダーかと思わせる存在感が春にありました。最後の春ピース死んだ。あと今回はみーたんが優勝。曲を完全に自分のものにしていたし、もう見ているだけでただただ可愛い。でもそれって魅力的ということなので、アイドルとしての最大の強みだと思います。ミラクくん、一度12位を取って脱落が危ない参加者でしたが、前回のともやチームでの S クラスではチャンビンとフィリックスの独特なパートをミラクが消化しており、ああいう癖のある表現もできるし、今回みたいなポップな曲もできるし、みーたんすごくね。そしてユウのオーラが半端ない。ユウが以前から BTS のジョングクにオーラが似ていると言われていますが、今回のデニムの衣装がダイナマイトのジョングクと重なるものがあって、もうジョングクの風格を感じる。ステージが終わるとバンちゃんは完成度がすごく高くない？ハンも熱い拍手を送りながら、うまいね。
と言葉を漏らし、審査コメントで、ハンは、ケン君はダンスの実力が足りなくてたくさん練習したと書いてありますが、ダンスの実力が足りないようには全く見えませんでした。むしろダンス担当のメンバーなのかなと思ったくらい、ハルくんはやはりリーダーらしく中心でリードしていく力が、この人がリーダーなんだなと感じさせてくれてとても素晴らしかったです。チャンビンは、個人的にミラクくんの表情がすごく印象的で、というと、ハンも僕もそう思ったと言っているかのようなジェスチャーを見せ、ミラクの表情から元気なエネルギーを受け取ったと称賛。そしてバンちゃんのコメントがさすがリーダーだなと感じたのですが、バンちゃんはパフォーマンスをする前、お互いをほぐし合って一緒に気合を入れる姿がお互いを本当に愛していて、一緒にパフォーマンスすることを楽しんでいる姿を見れてとても良かったです。スリーラチャは大絶賛の春チームでしたが、JY パークの評価は、二次プロジェクトの主人公はケン君だと思います。今日ダンスとボーカルが5人の中で一番輝いてました。オーディション番組をたくさん手掛けてきましたが、伸び率が最高レベルだと思います。とケンを大絶賛。確かにケンの伸び率はすごい。今回のステージも最高だったので共感はしてますが、JY パークがケンを主人公にしたい意図が前々から見えすぎてる気がします。でもちゃんと答えてきたケンは本当に努力の賜物ですね。ハルくんはニジプロ2を通じて一番驚くべきことは、上手くなかった時がなかったです。プロデューサーとしてそんなメンバーが一人でもいてくれると本当に心強いです。高評価が続く中ミラクにはダンスの正確さ、エイジには曲の主人公になりきれてなかった。正確にこなしているけどテストを受けているように見えます。という指摘が入りました。全体的には高評価だった春チームに対して、ともやチームに与えられたオリジナル曲は、Because of You。ゆったりとしたエモーショナルな楽曲で、ともやが今までやってこなかったジャンルなので不安だとか、前回のともやチームの S クラス、最高でしたね。JY パークは不評でしたけど、ともやチームのステージは、ゆうきと夕日優勝。ゆうひくんが出てきた時バンちゃんも、おうと声を漏らしてしまうくらい、ゆうひがベテランアイドルの風格をまとっていました。これまで可愛いコンセプトが多く、前回のハードキャリーで初めてかっこいいコンセプトの夕日を見ることができましたが、今回の大人の色気は何ですか？そしてゆうき。日本合宿の時からですが、ステージに立った時のゆうきのキラキラ感がやばい。ハンもゆうきのキラキラ感にキュン。日本合宿では美少年って感じのゆうきでしたが、韓国合宿編に入ってから美女が覚醒していきましたよね。美少年から美青年になっていきました。ゆうきが歌っていた時にハンとチャンビンが、あの子は誰？とてもとの資料とステージを見比べながら会議。そのアクション最高やねん。チャンビンは、ゆうひくんがとても印象的で、プロのような姿でした。チャンビンも、ゆうひくんがベテランのように見えて驚きました。視線を奪われた参加者はゆうきくん。歌声がとても良かったです。この曲で声で視線を引きつける魅力を感じました。ハンは、僕も印象的だった参加者がいます。ゆうきくん。ステージ上で溢れ出す雰囲気が人の目と耳を集中させる魅力を持っていると思います。スリーラチャを驚かせた夕日と勇気。ともやチームの JY パークの評価は、一部だけ動きが合ってなかった箇所を指摘しましたが、それ以外は驚くほどシンクロしていたと絶賛。そこでリーダーともやについに JY パークから、正直今まで歌手ともやはいつも良かったけど、リーダーともやは少し不安定でした。でも今日はリーダーともやが光ったステージでした。今日のともやくんの歌は期待以上でした。リーダーともややっと褒められた。ともやのくしゃっとした笑顔が可愛かったです。そしてスリーラチャが絶賛した勇気について JY パークは高音が実力を出し切れていなかったと指摘し、夕日には正確さが足りなかった。セイタには正確に踊っているけどフィーリングを乗せないといけない。どこかにイチャモンつけたいのかな JY パーク先生。
でも今回はセミファイナルなのでファイナルステージに向けての課題を与えて伸びしろに余白を残すためなのかな。結果勝ったチームは春チームでした。最後におまけとしてメンバーへのメッセージムービーから各リーダーへのメッセージピックアップ。ゆうから春に、正直ちょっと恥ずかしいんですけど春はものすごく大好きですという公開告白に、あー終わったというゆうの乙女なリアクションと、知らなかったというクールかつ可愛く返す春。セイタがともやに、背中がとてもたくましくて俺らのリーダーはともやじゃないとって本当に思ったというビデオレターを見てともやは、そんなに俺のこと好きなんかとセイタを茶化すと、違うカンペがあったと、こちらはツンデレ可愛すぎるというか、ともやと春という頼りになるリーダーが2人もいるのって純粋にすごくない？本当にレベルが高いよ。ニジプロ2。次回いよいよデビューメンバーが決定します。果たして9人でデビューできるのか注目していきましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。